世界史を受講している皆さん、こんにちは。今回は世界史を勉強する上で基本となる西暦と世紀の考え方について解説をしていきます。まず、西暦というのは、キリスト教を始めたイエス・キリストが生まれたとされる年を紀元元年、つまり1年として年代を表す方法です。現在は西暦2020年ですが、これはイエス・キリストが生まれてから2020年経ったということになります。この年代の表し方は、キリスト教の広まったヨーロッパで使われて、そこから世界の多くの地域で使われるようになりました。キリストの生まれる前の年代は、紀元前、アルファベットで BC と表します。これは英語の Before Christ、つまりキリスト前という意味です。キリストが生まれた後、つまり紀元後は AD と表します。これはラテン語のアンノドミニ、日本語にすると神の年とか主の年といった意味で、キリストが生まれた後を意味しています。この紀元後や AD は省略することが多いです。この西暦をもとにして何世紀という表現があります。これは100年間を1世紀とする数え方です。今は西暦2020年ですが、世紀を用いて表すと21世紀となります。少しわかりにくい部分もあるので解説します。イエス・キリストが生まれたとされる年が紀元元年、つまり1年。ここから数えていって、次の年は紀元後2年、3年、そして99年、100年。ここまでの100年間が紀元後1世紀となります。その翌年、101年から102年、103年と数えていって、200年までの100年間が2世紀です。こうして続けていって、例えば2001年から2002年、2003年、2100年までの100年間、これが21世紀です。2020年もこの間に含まれますね。まとめるとこのようになります。1年、01年から00年までの100年間と覚えると分かりやすいかと思います。01年から00年まで100年間です。そして00年の前のこの今青い四角で囲んだ部分の数字、この数字に世紀をつけると何世紀かがわかります。101年から200年だと00年の前の数字は2なので2世紀。2100年までの100年間は21世紀。例えば、1648年という年。この年は1601年から1700年までの間に入っています。01年から00年までの00年の前の数字を取って1648年は17世紀だなということがわかります。紀元前の場合も同様に考えるとわかりやすいと思います。紀元元年、紀元1年の前の年は紀元前1年です。ここから紀元前2年、前3年と数えていって、紀元前100年までの100年間が紀元前1世紀です。紀元前100年の前の年は紀元前101年ですね。前101年から前102年、前103年と数えていって、紀元前200年までの100年間。これが紀元前2世紀です。時間の経過に合わせるとこうなります。紀元前200年から紀元前101年までが紀元前2世紀。紀元前100年から紀元前1年までが紀元前1世紀。向きは変わりますが、01年から00年までと考えて、00年の前の数字を取ると
何世紀かがわかります。例えば、紀元前336年という年について見ていくと、これは紀元前400年から紀元前301年の間にあるので、01から00の00の前の部分を見ると、紀元前336年という年は紀元前4世紀の年だということがわかります。紀元前もしくは前、前という数字を忘れずにつけるようにしましょう。以上で西暦と世紀についての解説を終わります。